ご視聴ありがとうございます。フィンエアーに乗ってヘルシンキ・バンター国際空港にやってきました。ホテルはヘルシンキ中央駅の近くで予約しているので、ここからヘルシンキ中央駅まで電車で移動したいと思います。空港からヘルシンキ中央駅への移動手段は、電車の他に路線バスやタクシーもあって、料金優先ならバスか電車、所要時間優先なら電車かタクシーがいいかなと思います。バスと電車は料金は同じで、バスの方が乗り換えなしでも所要時間が20分くらい多くかかりますが、街並みを見ながらのんびり行くならバスがいいかもしれません。空港内の案内表示はイラストのアイコンがあってわかりやすいです。電車のマークを目印に進んでいきます。電車のホームへはかなり長いエスカレーターかエレベーターを1回乗り換えて移動します。ホームの券売機でチケットを購入。今日はもう観光には行かないのでシングルチケットを購入します。空港からヘルシンキ中央駅までは ABC ゾーンを購入。切符には有効時間が印字されていて、この時間内なら一度下車しても再乗車できるみたいです。ヘルシンキ市内でバスや路面電車、スオメンリンナ島へのフェリーなども利用できるデイチケットもありますが、どれくらい利用するかによって料金を比較して、デイチケットかシングルチケットを選ぶといいと思います。事前に切符の買い方が書かれているサイトを見ていたのですが、そのサイトに掲載されていた価格よりも少し安かったので、エリアの選び間違いかなと思ったのですが、料金変更で安い方に変わることもあるみたいなので、ゾーンだけしっかり見ていたら大丈夫だと思います。電車のホームは2つありますが、ヘルシンキ中央駅まではどちらのホームから乗っても大丈夫です。ちなみに、券売機で買ったレシートみたいなタイプの切符の場合はそのまま利用できたのですが、動画編集時に電車の乗り方を調べ直したところ、キオスクなどで買った IC カードタイプだと、電車内の機械で打刻が必要だそうです。IC カードタイプは打刻していないと、係員の検察があった場合に罰金になるらしいので注意が必要です。オーストリアで空港からウィーン市内に移動するときに電車の段差が大変だったのもあって、今回は事前に電車やホームの画像をしっかり見て電車移動に決めました。おかげで段差を重い荷物を持ち上げることもなく楽に乗車できてよかったです。ヘルシンキ中央駅までは約40分乗車します。ウィーンでバスを乗り間違えたのが尾を引いて、電車に乗っている間にもちょこちょこと停車駅と経路検索結果の途中駅が合っているか確認しながら、無事にヘルシンキ中央駅へ到着。ホテルは駅から徒歩1分と書いてあったので、駅から見える範囲だろうなって思っていたら、出てきたホームのすぐ隣でした。ホリデーインヘルシンキシティセンターです。チェックインをしてお部屋に入ります。お部屋お任せの安いプランで予約していたらツインのお部屋でした。ベッドボードや壁紙が可愛いお部屋です。窓からは駅のホームが見えます。テレビは YouTube が見れるタイプでした。冷蔵庫とケトルもあります。そういえばヨーロッパに来てから泊まったホテル、冷蔵庫もケトルもなかったです。季節的に買ってきたご飯が傷むような気温でもなかったので大丈夫でしたが、やっぱり冷蔵庫はあった方が安心ですよね。バスルームは広めで洗面台も広く拡大鏡もついていました。バスタブはなくシャワーブースのみで、ダブのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープが置いてありました。あと洗面台のところに謎のシャワーがついていました。はっきりわからないし、うまく使える自信がないので使ってませんが、多分お尻用のシャワーかなと思います。こちらのお部屋は部屋指定なし朝食付きプランで 43,129 円でした。動くのがめんどくさくなる前に夕食を買いに出かけます。と言っても、ホテルの目の前にスーパーがあるので、
横断歩道を渡るだけで着きます。立地が良すぎて便利。スーパーの出入り口にゲートがあって、入り口用、出口用でゲートが分かれていて、出口用のゲートはレジを通った先にあったので、何も買わずに出るときは、おそらく店員さんに声をかけてゲートを通らせてもらうことになるのかなって思います。なので一度入ると何も買うものがなかった時にちょっと出にくいかなって思います。マリメッコのペーパーナプキンやムーミングッズもあって、お値段的にもお土産にちょうど良さそうです。お惣菜も種類たくさんありました。お寿司もあって、詰め合わせではなく自分で取っていくタイプのお寿司コーナーもありました。お会計はセルフレジではなくて、店員さんがレジを売ってくれるシステムだったのですが、日本みたいにカゴをレジ台に置くのではなく、レジ台に商品を自分で置いて、レジのところに置いてある仕切りのプレートで、隣の人の商品と仕切っておくシステムでした。日本のレジとの違いはそれくらいで、レジ袋は日本と同じように購入するか自分でエコバッグを持っていくかでした。ランチタイムには少し遅めの時間に機内食をいただいていたので、スープとお水だけ買ってきました。が、このお水、普通のミネラルウォーターだと思って買ったのですが、炭酸水でした。お水、棚にものすごくたくさんの種類があって、でも見た感じで炭酸水ってわかるものが多くて、唯一炭酸なしってわかるエビアンは他より高かったので、試しに炭酸ありかなしかわからないボトルを手に取って、翻訳アプリでスキャンしてみたら、ミネラルウォーターって書いてあったので、安いしダメ元で買ってみるかと購入してみたのですが、やっぱり炭酸入りでした。それにしてもあれだけペットボトルのお水が並んでいて、ほぼ炭酸水？もしかしてヘルシンキもウィーンと同じように水道水が飲めるってことかと思って調べたら、フィンランドの水道水は軟水で飲めるそうです。早く調べればよかった。水道水とても美味しく飲めました。スープは購入するとき翻訳アプリでパッケージ確認したら、電子レンジで温めるように書いてあったので、ホテルの部屋には電子レンジなかったよなーって思ったのですが、多分湯煎でも温めるかなって思ったので、ケトルのお湯で温めてみました。ここまで出番はありませんでしたが、食べ残しの保存用や食器代わりに使えるかと思って、折りたたみのシリコンタッパーを持ってきていたので、それにケトルで沸かしたお湯を入れて、スープを容器ごとつけて温めてみました。温まるのを待っている間にシャワーを浴びて、ドライヤーやスキンケアをする前にまたお湯を入れ直して、ドライヤー後にスープの温度を確かめたら、そこそこ温かいけどちょっとぬるいかもっていう感じだったので、結局、計3回お湯で温める行為を繰り返したけど、ちょうどよくスープも温まって美味しくいただきました。翌日はヘルシンキ市内観光に行きます。フィンランド2日目の朝です。少し遅めに8時30分に起きました。朝食付きプランだったので、まずは朝食を取りにレストランへ。ビュッフェ形式でお料理の種類も多めです。フルーツやパンケーキなどデザートも充実しています。可愛い家具や木のデザインがおしゃれな空間です。ゆっくりめに朝食をとって10時過ぎにホテルを出発。ヘルシンキの市内中心地はヘルシンキ中央駅を起点に徒歩で移動できる範囲に観光スポットが集まっていて、とても観光しやすそうです。まずはヘルシンキ大聖堂へ向かいます。雨は降っていないけど雲が多めで少し暗いです。こちらの個性的なデザインの建物はヘルシンキ中央駅。両サイドの彫刻はリフドゥンカンタヤット、提灯餅という彫刻だそうで、一般的にはキビミエヘッド、石男たちという愛称で知られているそうです。
訪問したのが11月だったので、イルミネーションが設置されていました。歩きながらショーウィンドウを覗くのも楽しいです。今買うと荷物になるし、他の雑貨も覗いてみたいので、後でまた戻ってこようと思います。トラムも走っています。ヘルシンキでは電車、トラム、バス、フェリーのチケットは共通だそうなので、空港まで乗る場合はゾーン C まで含まれるチケットが必要ですが、この辺りの市内観光で乗る場合はゾーン A、B のチケットを買うといいそうです。ホテルから15分くらい歩いてヘルシンキ大聖堂へ到着。ヘルシンキ大聖堂の前の広場は元老院広場で、ヘルシンキ大聖堂に向かって左側にヘルシンキ大学、右側に州政府事務所があります。ヘルシンキ大聖堂はネオクラシック様式の白くて綺麗な建物で、屋根には十二使徒の彫刻があります。階段を登って大聖堂へ向かいます。上までそれなりに高さがあるので、ちょっと階段登るのきつかったです。まだ雪が積もる時期ではなかったので、普通に階段を登れましたが、雪の時期だと階段登るの滑ったりして大変だと思うのですが、どうなるんでしょう。頑張って雪が積もった階段を登るしかないんでしょうか。内部は白を基調としたシンプルなカラーで統一されていますが、ところどころにゴールドの豪華な装飾がされています。天井のシャンデリアと祭壇の装飾に目が惹かれます。私の訪問時期は拝観料は任意だったのですが、2024年の6月から8月は大人1人8ユーロが必要だそうです。調べたところ、2021年に任意での拝観料徴収になり、新たに今年の夏期間の拝観料が変更になったみたいで、今後も変更があるかもしれないので、行くときに調べてみることをお勧めします。ヘルシンキ大聖堂の隣、ヘルシンキ大学内にあるフィンランド国立図書館を覗いてみます。入るときにロッカーがあるので、そこに荷物を預けて入ります。ウィーンの図書館もすごかったですが、こちらの図書館も天井画が素晴らしく、まるで宮殿のホールのような空間でした。無料で見学できるので、ヘルシンキ大聖堂に行ったらすぐ隣にあるこちらもおすすめします。次はウスペンスキー大聖堂に向かいます。平日というのもあるでしょうが、人が少ない印象です。歩いていても人口密度が低くてすごくいいです。人影がなさすぎても不安になりますが、人混み苦手だし、他の人にぶつかったりとかしないように気をつけて歩かなくていいし、これくらいの感じがいいなって思います。途中の広場でマーケットが開かれていて、この先にスオメンリンナ島へ行くフェリー乗り場もあります。今回はお天気とかいろいろ考えてスオメンリンナ島へは行かなかったのですが、春や夏は景色も良さそうですし、歴史に触れる場所でもあるので行ってみるといいのかなと思います。ウスペンスキー大聖堂に到着。赤レンガ造りでかっちりとした印象の重厚感のある建物です。屋根のてっぺんはゴールドがきらめいています。聖母マリアの眠りに捧げられた大聖堂だそうです。月曜日は定休日だそうで、拝観時間は時期や曜日によって違うみたいなので、訪問するときはホームページで確認をお勧めします。こちらは無料で拝観できます。
中に入ると自然光が差し込む空間に、豪華な祭壇や壁の細かな装飾が目を引きます。それにしてもこの祭壇はすごい。ウスペンスキー大聖堂は北欧で最大規模のロシア正教会だそうです。聖堂の地下には第二次世界大戦中にソ連軍の空爆からの避難所として地元の消防団が作った防空壕が残っているそうです。次の目的地に行きながらマーケットを覗いてみます。11月初旬、曇り空で風が強かったですが、ユニクロのウルトラライトダウンで歩き回っていました。一応耳当てもしていて、耳当てを外すとちょっと耳が冷たくはなりますが、耳当てはあってもなくてもどちらでもいい感じでした。もう少し日にちが進むと、もっと厚手のダウンコートが必要になるとは思いますが、私が行った時はこの装備で大丈夫でした。日本だと11月上旬はこれから紅葉の時期ですが、こちらではすでに終わっていて、カナダもバンクーバーは10月中旬で紅葉していましたが、ホワイトホースではすでに終わっていたので、紅葉は9月下旬から10月初旬とかなのかなって思います。さて、今デザイン美術館に向かって歩いているのですが、前方に緩い坂が見えてきました。Google マップのルート検索ではほぼ平坦って書いてあったのですが、ほぼ平坦って言いつつ緩い坂だったのをバンクーバーで経験していたので、そしてまたここに来てほぼ平坦って言いつつ緩い坂が現れたので、もうこれは Google マップでほぼ平坦って出たら緩い坂だと思っといた方がいいんだろうなってインプットしました。緩い坂を登ったら今度は緩い下り坂。上り坂、緩いけど地味に疲れたので、ずっと登りが続かなくてよかったです。デザイン美術館に到着。入り口から入ると赤い壁が目を引きます。階段を上がるとロビーがあってチケットを購入します。料金は大人1人20ユーロです。この時は利用者がいなかったので詳しくはわかりませんが、マリメッコのテーブルクロスがかけられた体験教室か何かのお部屋がありました。ロビーにはミュージアムショップとカフェがあって、カフェ前の壁に設置されている木製の地図が可愛かったです。あとこのおしゃれなところによくあるチェアが置いてありました。デザイン美術館を出て
斜め向かいにある聖ヨハネス教会に行ってみます。デザイン美術館の隣にある建物も格式ある感じだなと思っていたら、こちらはホテルでした。聖ヨハネス教会は1888年から1891年にかけて建てられたネオゴシック様式の教会で、ツインタワーは高さ74メートル、教会内部は最大2600人を収容できるフィンランドで最大級の教会だそうです。内部はとても広くて、ヘルシンキ大聖堂やウスペンスキー大聖堂ともまた違った雰囲気で、柱の彫刻などが見応えあります。駅方面へ戻りながら、そういえばこの後また駅のこっち側に来るかもわからないし、ヘルシンキ大聖堂に行く途中に見かけた雑貨屋さんに先に行っておきます。黄色い葉っぱの絨毯になっているところがあって、少し紅葉が残っていました。マリメッコのショップ発見。私には絶対着こなせないので入りませんが、色鮮やかで可愛いですね。朝見かけたショップに到着。フクロウのマークのお店です。鮮やかな色彩のステンレスボトルがどれも可愛くて、どれにするか迷います。マリメッコの商品や本や文房具などもありました。買い物終わってヘルシンキ中央駅のあたりに戻り、カンピ礼拝堂を見に来ました。礼拝堂って言われてパッと思い浮かべるようなイメージの建物ではなく、2012年のワールドデザインキャピタルヘルシンキ WDC を記念して建てられたそうで、現代アートみたいな感じのモダンな礼拝堂です。ここからまたブラブラと歩いてテンペリア浮世教会へ向かいます。サンタクロースのオフィシャルショップがありました。フィンランドって感じですね。岩の教会と言われるテンペリア浮世教会へ到着しました。拝観料は大人1人8ユーロです。岩をくり抜いて作られていて、上部側面にガラスがはめ込まれているので、自然光が入り込むようになっています。いろんな国の言語で書かれた言葉の紙があって、せっかくなのでいただきました。
休憩も兼ねて教会の椅子に座って少し時間を過ごし、さて次どうしようかなと地図を見て、ここから近くにあったフィンランド国立博物館へ行ってみると、臨時休業中でした。行く前に営業中かどうか調べていけばいいのに、デザイン美術館も空いてたし、普通に空いてるだろうと思ってそのまま行ってしまいました。休業中でなければ開館日のはずだったのですが、現在改築中で2027年に再開するそうです。仕方ないので駅方面に歩いていると、ヘルシンキ自然史博物館がありました。テラスのクマがめっちゃ気になる。ちょうどいいし入ってみようかなと思ってチケット代調べてみると、大人1人19ユーロ。まあまあするな。どうしようかな。とりあえずロビーに入って雰囲気で考えようと中に入ってみると、たまたま無料開放の日でした。めっちゃラッキーです。階段を登っていくと剥製や骨格標本のお部屋があります。剥製は捕食のシーンが再現されていたり、その動物の生態がわかりやすいように展示してありました。なかなか見応えあって面白かったです。ホテルの前まで戻ってきました。この時点で14時前、朝10時に出発して4時間もかからずに観光して戻ってきました。コンパクトにまとまっていて観光しやすい街ですね。私は各場所を割とさらっと見て回ったのですが、大聖堂のコンサートなどを聞いたり、じっくり買い物をしたりして、ゆっくりめに観光して、今回行かなかったスオメンリンナ島まで行ったとしても、観光する日が2日あればヘルシンキ市内観光は足りるんじゃないかなって思います。ちなみに、オーストリアのザルツブルクで使ったザルツブルクカードのような観光パスがヘルシンキにもありますが、ヘルシンキカード24時間で46ユーロから、今回私が訪れた場所でヘルシンキカードの無料入場対象はデザイン美術館とテンペリア浮世協会、カンピ礼拝堂らしく、それだと普通に料金を払った方が安かったので、私はヘルシンキカードは使いませんでした。ただ、電車、バス、トラム、スオメンリンナ島へのフェリー乗り放題や、時期によって運河クルーズや観光バスも乗れるそうなので、ヘルシンキカードの対象施設を中心に巡るならお得だと思います。すぐそばのヘルシンキ中央図書館を見に行ってみます。ヘルシンキ中央図書館オーディに来ました。フィンランド独立100周年を祝う国家プロジェクトの一つとして建設され、2019年にパブリックライブラリー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた世界一の公共図書館の一つです。本の貸し出しや読書だけでなく、スタジオや会議などもできるワークスペース、映画上映やイベントに利用できる講堂のような場所もあり、1階にはカフェもあります。図書フロアは広くて明るくて、ゆったり座れるソファーもあり、私の地元の図書館は昔ながらの図書館で、ゆっくり読書できるような雰囲気の図書館ではないので、こんな図書館が地元にあったら通うのになって思います。お昼ご飯食べてなかったので、昨日の駅前スーパーへ。今から食べるご飯と夕飯、友人へのお土産にムーミンパッケージの紅茶やマリメッコのペーパーナプキンを買ってきました。
クロンマークのお店で買ったステンレスボトルはこれです。この時点で14時25分、遅めのお昼ご飯を食べて荷造りをします。スーパーでスタバのこれを買ってきていて、砂糖入ってないって書いてあるから甘くないと思って買ったのに、めっちゃ甘かったです。砂糖は入ってないけど甘くはしてあるって何の罠ですか？明日はいよいよ帰国の日。長いと思っていたこの旅も気づけばあっという間でした。荷造りも終えて少し部屋で休憩していたら日も落ちて、16時過ぎたら暗くなってきたので、朝に見かけたイルミネーションのところを見に行ってみます。会社や学校から帰宅する時間帯なのか、昼間より人が増えてました。部屋に戻ってきて、シャワーを浴びて、昨日と同じようにスープを温めて夕食。ヘルシンキで泊まったこのお部屋はちゃんと暖房ついていますが、お布団に入るとシーツがヒヤッとするので、ロンドンでもお世話になった湯たんぽ入れます。実は前日が寝る時に準備した温まりが足りなかったので、今日はご飯食べる前に仕込んでおきました。おかげでお布団の足元が全体的に温まりましたが、小さい湯たんぽなので、もう一度お湯を入れ直しました。湯たんぽは低温やけどに注意しないといけないので、直接肌に触れないようにタオルでくるんでシーツの下に入れました。これ楽天で1000円くらいで買ったのですが、シリコン製なのでかさばらないけどお湯はたっぷり入るし、1ヶ月近く旅行していると、例えば女性の方は人によってお腹や腰が痛くなる時期が来る人もいると思うし、そうでなくてもお腹壊しちゃったりとかあるかもしれないので、そういう時に患部を温めるのにも一つスーツケースに入れておくと便利だと思います。翌日はチェックアウトまでゆっくり時間はあるので、寝すぎないようにだけ注意してアラームをかけておやすみなさい。次回はいよいよ日本に帰国するフライトの動画をお届けします。ぜひまた見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。